あなたが信頼する人は本当に味方ですか？遡ること44年前、1977年12月のロンドン、ドロシーは自分の部屋でのんびりと過ごしていました。貴族であり議員を務めた夫ウォルターも仕事を引退し、穏やかで優雅に過ぎていく日々。今日もそんな平穏な日々が終わりを告げようとしていた時、突然部屋のドアが開く音がしました。夫ウォルターはいつもノックをして入ってきます。こんなぶしつけな人物は誰なのか。ドロシーが恐る恐る音のする方を見ると、そこには見慣れた人物が。あら、あなただったの？こんなところで何をしているの？侵入者が分かり、ドロシーは安堵の表情を浮かべて近づきます。しかし次の瞬間、侵入者はドロシーの首を絞めていました。息絶えたドロシーを見下ろす犯人の正体はドロシーの執事。忠誠心を誓うはずの執事が主人を殺害した事件。なぜ執事は自分の主人を裏切り殺人に手を染めたのか。そこには犯人の悲しい道具がありました。おそうっす。料理と掃除はするけど服だけ畳めないケンちゃんです。メイド服も着るわよ。やみやみこって2回も見たことないわ。着てほしいってこと、いいわよ着て。はい、もう右脳が発達してるんで、大丈夫。メイド服の想像今できたんで大丈夫です。左利きなんで右脳が発達してる。かわいい。すごいグラマラスですね。本日皆様にご紹介するのは主人殺しの執アーチボルド・ホールについてなんです。もう料理作ってくれてた人とか、洋服着せてくれてた人とか。服ぐらい着なさいよ自分で。違う。長年ね忠誠を誓っていたと思っていたね、執事とかメイドがね自分を殺しに来ると思うと、我々もね、その執事とかメイドさんいたことないですけど、想像つかんすよ。自分家の中に殺人鬼がいると一緒だもんね。後から知ったらゾッとするわよ。そんな今ヤミコさんが俺を殺しに来るとかさ、俺が今ヤミコさん殺すみたいな話じゃないですか。怖いっすよね。ではね、早速ホールの犯行の様子から見ていきたいと思います。偽りの執事。遡ることおよそ69年前の1952年イギリス、28歳のホール青年は執事の職に就きました。そこから殺人罪で逮捕されるまでの25年間、ホールは仕える主人を変えながらも執事の仕事を続けていたんです。そんな彼には執事とは別の顔がありました。その別の顔とは宝石泥棒。ホールは執事として雇われるたびに宝石を盗んでいたんです。盗みはうまくいく時もあればバレて逮捕されることもありました。しかし出所後はまた執事として復帰、裕福な家に入り込み新たな宝石を手に入れるんです。こうして執事として雇われては窃盗をして逮捕されるというループを繰り返していました。クソ野郎だな。なんで盗みの前科があるのにそんなポンポン就職できんのよ。そこにはですね、執事という仕事の特性が関係していたんです。というわけで本日のメトラーキーワード。イギリスにおける上級使用人で使用人の中でも最も立場が上の職業。給仕をはじめ主人の身の回りの世話や私的な秘書として主人の補佐をします。さらに当時のイギリスでは執事は社会的信用が高い職業でした。ホールは新しい就職先を探すときに前の主人の連絡先として自分の連絡先を書き、前の主人のふりをしていました。こうして得た執事経験者という社会的信用に加え、ホール自身がモテる人物だったため簡単に再就職できていたようなんです。相当なんかもう悪知恵が働く策略家って感じね。そうっすよね。もうこんなやついるからね、本当に正しい人が損をする世の中になっちゃうわけよ。やっぱね、今のように電話がねすぐできたりとか、LINE したりとかね、簡単に連絡を取れないからこそ前の主人のふりをしてね、騙すことが通っちゃったんですよ。そんなことして本当両親痛まないのこいつ。本人はですね、なんと全く罪の意識がなかったというんです。聞かれてる。怪盗のプライド。主人の行為と信用を受けながら盗みを続けるホール。そこに執事としての葛藤や罪の意識は全くありませんでした。なぜなら彼にとって宝石泥棒は悪事ではなかったんです。ホールは自らのことをこう呼んでいました。正義の怪盗と。なんでやねん。ホールにはある心情があったんです。それは誰も傷つけず裕福な人々だけを狙うというもの。全然かっこよくはねえぞそれ。ホールの犯行はこの心情にのっとって行われていました。ターゲットに選んだ裕福な家に執事として侵入し、執事の仕事をしながら獲物をゆっくりと物色します。そうして狙う宝石を決めたら次にするのは偽造品作り。合成の石や安価なカラーストーンを使い本物そっくりの模造品を作るんです。あとは誰もいない時を見計らい本物とすり替えるだけ。偽物はよくできており気づかれないこともありました。
これバレないもんなの？ダイヤモンドはともかくですね、うんルビーサファイアといったね、うんものに関しては、うん鑑定士ですらね、うん見分けるの結構難しいらしいんですよ。我々も全部本物だと思っちゃうんですよね、まあそうだね変えられたところで。プラスチックみたいなの色ついてたらルビーサファイアだって思っちゃうかもしれない、子供の時まで全部プラスチックだと思ってたんですよ。宝石がうんずっとそのままだったら結構幸せな人生よねちょっと見下さないでよ。それだけの腕があってさ、執事もやってんでしょ、っていう立場もあったら盗みとかせず暮らしていけそうなもんだけどね。まあそうですよね、うん手先器用だったらね、うんなんとでも道あったと思うんですけど、うんまあ、なんでねこんなことになってしまったのかというと、そこにはホールのね幼少期の経験が影響してるんです。ホールが生まれたのは1924年のイギリス・グラスゴー。第一次世界大戦をきっかけに経済の主導権がアメリカに移り始め、イギリスの繁栄に陰りが見え始めた頃でした。そしてホールが10代の頃、衝撃の出来事が起こるんです。イギリス軍に勤務していた父親のナチス崇拝疑惑。イギリス軍は反ヒトラーを掲げていたため、非難は避けられません。父親は当然否定したんですが、疑惑はうやむやのまま、加齢を理由に除隊されてしまったんです。もともと裕福ではなかった一家は収入を失い、さらに貧しい暮らしになります。ホールはそんな環境の中で父のような人生は嫌だという思いと裕福な暮らしへの憧れを強く抱くようになっていったんです。しかし、どうやって状況を変えればいいのかわからないまま月日は流れていきます。ホールの人生に転機が訪れたのは18歳の時。ご一緒してもいいですか？レストランで一人を食事をしていたホールに身なりのいい紳士が話しかけてきたんです。熱心にホールへ話しかける紳士を見て彼はすぐに気がつきました。この人俺に惚れてるな。幼い頃から周りの人にモテていたホールはすぐに紳士が自分に惚れていると悟ったんです。もともと男女どちらとも関係を持っていたホールはこの紳士の愛人になることで社交界デビューを果たしました。社交界で出会う人々は裕福な人間ばかり。ホールは初めて贅沢というものを味わいます。しかしそれで心が満たされることはなく、むしろ金持ちへの憧れは高まるばかり。一体自分自身が金を得るにはどうすればいいのか。そうして思いついた一番手っ取り早い方法が宝石泥棒だったんです。なんか深いわけがあったのかと思って聞いてたけど、時間返してよ。何よこの短絡的な理由。幼少期とかさ、若い時にね、いろんな経験があったとか、貧乏だからっていう理由でさ、裕福層の人を傷つけていいっていう理由にはなんないっすもんね。誰も傷つけないってことが心情だとか言ってたのに、どうしてこんな風に変わっちゃったわけ？余裕で傷つけてる、ね。実はですね、窃盗を繰り返す中で出会ったある出会いが彼の価値観を変えていってしまったんです。怪盗から人殺しへ。執事になって約20年、ホールが46歳の時、窃盗をしては再就職してという日々を繰り返していたホールにも更生の機会が訪れました。そのきっかけとなったのはバーナードとの出会い。服役、出所と同じぐらい結婚離婚も繰り返していたホールは刑務所内で知り合った男性のバーナードを心から愛します。愛を知ったホールはお金よりも愛する人と過ごす暮らしを望むようになり、2人は出所したらまともな生活をしようと誓い合っていました。その誓いの通り、バーナードより一歩先に出所したホールは2人の新しい暮らしに向け準備を開始。執事を辞め、裕福でなくとも平和な日常を心待ちにしていたホール。あとは愛する彼の出所を待つだけ。愛するバーナードとの静かで幸せな日々を夢見ていたホールは再逮捕。バーナードの出所を待たずに捕まってしまったんです。なんとホールは国家機密をソビエトに流そうとしていました。規模でけえな話。なぜそんなことをしたのか。ホールはこれもひとえにバーナードのためだったと言っています。イギリスの国家機密を出しにソビエトと裏取引をしてバーナードの釈放を早めようとしていたんです。しかしホールの企みは途中でバレてしまい、バーナードと入れ替わるように刑務所に入ることになってしまいました。そんな裏取引があんの？あくまでもホールの供述なんで、持っちゃってるかもね。なるほどね。持っちゃってるかもよ、これ。何その言い方？ちなみに国家機密はですね、友人が金持ちの客からね、盗んだ情報を買い取ったみたいなんです。はいはいはい。もうなんか友達もろくでもないわね、本当に。ホールと入れ替わりに自由の身となったバーナードは高い。なんとバーナードのためにホールが用意した高級車を運転中に事故に遭って帰らぬ人になってしまったんです。服役中だったホールはバーナードとお別れをすることもできませんでした。バーナードを失ったことでホールは心の支えをなくします。ようやくホールが出所できたのはホールが53歳になってから。
バーナードとの平和な日々のために怪盗から足を洗おうとも考えていたんですが、バーナード亡き今、怪盗を辞める理由がホールにはなかったんです。誰も傷つけないという自ら決めた心情すらバカバカしく感じました。自分はこんなにも傷ついているのになぜ他人のことまで気にかけなければならないのか。こうして更生する理由を失ったホールは再び執事として就職し、宝石泥棒を始めてしまったんです。出所したホールは新しい恋人であるライトに自分が怪盗であることを話し、時には一緒に犯行に及んでいました。止めてあげろそれ。しかしそんな二人は自宅でお酒を飲んでいた時、喧嘩になってしまいます。お酒が入っていたこともあり、喧嘩はどんどんヒートアップ。泥酔したライトがとうとうホールに向かって銃を発砲。いきなり飛躍するな話が。幸い弾はそれてホールはかすり傷程度で済みました。しかし血が滲むように傷を負ったことに恐怖を覚えたホールはある決意を固めるんです。殺される前にライトを殺そう。ホールはライトを森に誘い出し、猟銃で射殺。この瞬間ホールは正義の怪盗から人殺しになったんです。もともと正義ではないんだけれどもね。人殺しとなったホールの次のターゲットは雇い主である女主人でした。女主人を殺し、モテるだけの財産を持ち逃げしようと考えたんです。しかし実行する前にホールは解雇。女主人に密告があり、盗みの前科がバレたんです。仕事を失ったホールはすぐに執事の紹介状を偽造し、裕福な老夫婦の執事になりました。キトーという泥棒仲間を得たホールは夫人ドロシーの留守を狙って盗みの下見のため彼女の部屋に忍び込んだんです。そして何か金目のものはないかと探していた時、予想外のことが起きました。こんなところで何をしてるの？なぜか外出しているはずのドロシーが室内におり、勝手に入室したホールとキトーに話しかけてきたんです。焦ったホールはドロシーの口を塞ぎ窒息死させてしまいました。予想外の出来事とはいえ2人目を殺害してしまったホール。彼の暴走は加速していくんです。ドロシーを殺害した数日後、ドロシーの夫である主人を殺害。さらには主人殺害の隠蔽を手伝った家政婦も殺害。みんな殺すじゃんもう。さらにその後には気に入らないという理由だけで自分の義理の弟を殺害。もうストップそれもう。ホールは仕事を辞め共犯者のキトーと車で放浪する生活を始めたんです。お金には困りません。殺害した老夫婦から奪ったお金が山ほどあるんです。しかしそんな日々は間もなく終わりを告げるんです。ある日ホールとキトーを迎えたホテル従業員が違和感を覚えました。あの二人なんだか挙動がおかしい。ホテルが犯罪に巻き込まれては大変だと従業員は念のため警察に連絡。通報を受けた警察はホールとキトーに職務質問を行います。しかし受け答えにも持ち物にも特に怪しいものはありません。一通り確認を行った警察は最後にこう言いました。車の中も一応見せていただけますか。こうして開けられたトランクの中に入っていたものは義理の弟の遺体。こうしてホールたちの殺人は明らかになり逮捕されたんです。1人目殺したと5人目殺すまでめちゃくちゃあっという間だったわ。すごいですよね。約1年の間に行われた犯行だったんですよ。最初のライト殺しっていうのはホールの供述によってね明らかになっていったんですが、調べていくとだんだんね不自然な点が見つかってくるんです。隠された真相。一人目の被害者であるライトのことをホールは恋人だと言っていました。しかしライトには女性の恋人がいたんです。その恋人曰くホールとライトは恋仲ではなく主従関係。どんな関係？ライトはホールに逆らえない状態だったと言います。さらに現場検証でも矛盾が発覚。ホールの供述は室内でライトが発砲しホールの頭をかすめ出血した。その後森でライトを殺害したんだというものでした。しかし警察による現場検証では室内からライトの大量の血痕が発見されています。このことからライトは森の中ではなく室内で殺されたのではないかと考えられました。しかしそうだとすると謎が残るんです。なぜホールは嘘をついたのか。ホールが殺害場所を偽った理由はもう一つの嘘に関係してきます。恋人ではないライトを恋人だったと言い張ったホール。ライトに向けた一方的な恋愛感情が殺害のきっかけだったのではないでしょうか。それを隠すためライトに殺されそうになったので先にやったという偽りのシナリオが必要だったんです。なぜ恋愛感情がそこまでの行動を起こしてしまったのか。それはホール自身もまた一方的な愛情の犠牲者だったから。10代の頃から男女問わずモテてきたホール。彼は16歳にして30歳の女性と初体験をし、美しい兵士に同性愛を教えられ、裕福な紳士の愛人になり、社交界デビューを果たしました。しかし、それは決してホールが求めたものではなかったんです。10代の頃に経験した関係は相手からの一方的な愛。つまり、ホールは数々の性的 DV を受け続けていたんです。心を許せる相手はなかなか見つからず、出会いと別れを繰り返していました。そして、46歳の時にやっと巡り会えたのが最愛の人、バーナードだったんです。人殺しになる前、宝石窃盗で捕まった時にホールはこう言っていました。
俺は誰も傷つけず裕福な人々だけを狙ったんだ。拳銃だって発砲したこともなく、ただ所持していただけ。それなのに小児性愛者より罪が重いのは不公平だ。この言葉から彼が若い時に受けた心の傷を垣間見ることができます。最後の犠牲者となった気に入らないからという理由だけで殺された義理の弟。この義理の弟、実は小児性愛の容疑で出所したばかりだったんです。なぜ気に入らないのか理由は明言していないんですが、過去の発言から考えても義理の弟の犯罪内容が影響していた可能性はあります。終身刑を受けたホールは2002年に脳梗塞を起こし獄中で死亡。上流階級で淑女、紳士の寵愛を受け、執事として社会的地位を獲得したホール。そして窃盗を繰り返して手に入れたたくさんの宝石。しかしホールの心が満たされたことはなかったのかもしれません。いやーもうね、ヤミコさんはい前ね、アルゴメトリーのね、パーカーをね、うん5日で全部売り切れました。ほんとすごいわね。もう再販してほしいっていうはいはい声いっぱいめちゃくちゃいただいたんで、なんとこの動画を見終わった直後に再販をね、開始します。というわけで概要欄とかね、コメント欄とかね、コミュニティ投稿とかにパーカーをね、売っているブランドのアルゴメトリーのね、ブランドのサイトのリンク貼ってあるんで、皆様よかったらまた見てください。ただ結構マジでまたちょっと売り切れちゃう説あるんですけど、そしたらマジで申し訳ないです、本当に。ただちょっと僕らもできるだけね、皆様お届けできるように、頑張ってますので、引き続きよろしくお願いします。